決定版株証券系エコノミストとは、年収2000万への最短ルート仕事内容将来性を完全網羅。なぜ今日の日経平均株価は下がったのか。来年のアメリカの金利はどうなるのか。ニュースで流れるこれらの疑問に対し、膨大なデータと理論を駆使して未来の解を導き出すプロフェッショナル。それが株証券系エコノミストです。金融業界の中でも、とりわけ知的な華やかさと市場を動かすダイナミズムを併せ持つこの職業に憧れを抱く人は少なくありません。経済学部で学んだ知識を実社会の最前線で活かしたい。年収1000万円、2000万円を超える高収入を得たい。自分の予測で投資家の行動や企業の戦略を変えてみたい。もしあなたがこのように考えているなら、株証券系エコノミストはまさに天職となり得るポテンシャルを秘めています。しかし、その一方で、高度な数学が必要なのでは？激務ですぐに体を壊すのでは？ AI に仕事を奪われるのでは？といった不安も尽きないはずです。ネット上には断片的な情報しかなく、どうすればなれるのか、実際どんな生活なのか、というリアルな実態は見えにくいのが現状です。そこで本記事では、株証券系エコノミストの全貌について、仕事内容のディテールから生々しい年収事情、未経験から目指すためのロードマップまで、業界の裏事情も含めて徹底的に解説します。単なる用語解説ではありません。これは、あなたが市場という荒波を乗りこなし、経済のプロフェッショナルとして成功するための完全攻略ガイドです。この記事を読み終える頃には、エコノミストという仕事の解像度が劇的に上がり、明日からあなたが取るべき具体的なアクションが明確になっていることをお約束します。それでは、金融市場の最深部へ一緒に足を踏み入れていきましょう。1、株証券系エコノミストとは、市場を読み解く経済の予報士。エコノミストと聞くと、大学で難解な数式を黒板に書いている教授をイメージするかもしれません。しかし、株証券系エコノミストは全く別の生き物です。一言で言えば、彼らは経済の天気予報士であり、その予報を使ってお金を稼ぐための参謀です。定義、アカデミアとは違う？実利を追求するプロフェッショナルの正体。大学の研究者、アカデミックエコノミストの目的が真理の探求や理論の構築であるのに対し、株証券系エコノミストの目的は極めてシンプルです。それは、顧客、投資家の利益に貢献することです。アカデミア、なぜインフレが起きたのかを過去のデータから理論的に解明する。過去理論思考。株証券系で明日の株価は上がるのかという未来の問いに答えを出す。未来実利思考。彼らは証券会社や銀行、投資ファンドに所属し、日々刻々と変化する市場、マーケットという戦場で戦っています。GDP、金利、雇用統計、地政学リスク、あらゆる森羅万象を分析し、今、世界で何が起きているかこれから何が起きるかを翻訳して伝えるのが仕事です。プロの視点、情報の鮮度が命。学術論文は執筆から発表まで数年かかることもざらですが、証券エコノミストのレポートは数分後には古新聞扱いされることもあります。例えば、米雇用統計が発表された15秒後には、その解釈をコメントとして発信しなければならない世界です。スピードと瞬発力が求められる格闘技のような側面があります。役割、なぜ金融機関にエコノミストが必要なのか。AI が発達した現代に人間が予測する必要はあるの？と思うかもしれません。しかし、
AI は過去のパターン認識は得意ですが、前例のない事態、コロナ禍や突然の戦争などの解釈は苦手です。ここでエコノミストの真価が問われます。彼らの役割は主に3つです。羅針盤、混沌とした市場の中で、今は攻めるべきか、守るべきか、という対極的な方向性を示す。翻訳機、難解な中央銀行総裁の発言や複雑な統計データを投資家が理解できる言葉、買いか売りかに翻訳する。ストーリーテラー、数字の羅列に意味を持たせ、なぜ日本株が有望なのかという納得感のあるシナリオ、物語を提示する。投資家は単なる数字が欲しいのではありません。自信を持って投資するための根拠を求めてエコノミストの話を聞くのです。違い、アナリスト、ストラテジストとの決定的な差。金融業界を目指す人が最も混同しやすいのが類似職種との違いです。これらは分析対象と時間軸が明確に異なります。以下の表で整理しましょう。覚え方、エコノミストが明日は雨、不景気でしょうと予報し、ストラテジストがじゃあ傘、債券を準備しましょうと戦略を立て、アナリストがこのメーカーの傘、個別銘柄が一番丈夫ですと商品を選ぶ。この連携プレーによって金融機関は顧客に投資商品を提案しているのです。2. 激務優雅株、証券系エコノミストのリアルな仕事内容。市場分析、レポート作成とサラリーと書かれていますが、現場の実態はもっと泥臭く、そしてエキサイティングです。ここでは、エコノミストの一日を解剖し、その業務の深淵を覗いてみましょう。ルーティンワーク徹底解剖、市場との追いかけっこ。エコノミストの朝は早いです。なぜなら、世界の金融の中心であるニューヨーク市場が閉まるのが日本時間の早朝だからです。あるエコノミスト、30代日経証券の1日。5時30分起床情報収集、ベッドの中でスマホを手に取り、ニューヨークダウ、ドル円、米国債利回りの終値をチェック。ブルームバーグニュースのヘッドラインをざっと読む。7時出社モーニングミーティング準備、すでに会社に到着。昨晩の海外市場の動きをまとめたモーニングメモを作成。営業員、セールス向けに今日のお客さんとのトークネタを提供する重要な業務。8時部内ミーティング、エコノミスト、ストラテジストが集まり、ハウスビュー、証券会社としての公式見解のすり合わせ。9時日本市場オープン執筆、市場の寄り付きを見届けた後、顧客向けのウィークリーレポートの執筆に集中。膨大なエクセルデータを回し、グラフを作成する。12時ランチミーティング、機関投資家、生命保険会社の運用担当などと会食。最近の市場環境についてディスカッション。情報のギブアンドテイクを行う。14時取材、情報収集、省庁の担当者や業界団体へのヒアリング。数字には現れない現場の肌感覚をつかむ。16時顧客向けセミナー、富裕層向けのオンラインセミナーに登壇。今後の日本経済の見通しについて60分講演。18時欧州市場オープン残業、欧州の動きを横目に見ながら、明日のレポートの構成を練る。21時退社、会食、同業他社のエコノミストと情報交換会、飲み会。失敗例、データに溺れる新人。新人のうちは分析イコールエクセル作業と勘違いしがちです。どんなに精緻なモデルを作っても、それが市場でどう価格に織り込まれているかを見誤れば予測は外れます。デスクにかじりつくだけでなく、市場の声、センチメントを感じ取るセンスが問われます。アウトプットの要、
リサーチレポート作成の極意。エコノミストにとって、レポートは商品そのものです。しかし、ただ事実を書くだけでは誰も読んでくれません。プロのレポートには以下の3要素が必須です。新規性、誰も気づいていない視点があるか。例、円安の真因は金利差ではなく、デジタル赤字にあるなど。根拠、独自のデータ解析やヒアリングに基づいているか。示唆、結局、投資家はどうすればいいのか。読ませるレポートを書くために、彼らはキャッチーなタイトルを考え、難解な事象を直感的なグラフで表現するスキルを磨いています。文章力も小説家とは違う論理的で簡潔なビジネスライティングの極致が求められます。政府・日銀の動向をどう読むか。政策分析という頭脳戦。株・証券系エコノミストの仕事の中でも、特に高度でスリリングなのが政策分析です。特に日本銀行、日銀や米連邦準備制度理事会、FRB の金融政策決定会合の前後は、エコノミストにとっての決戦です。日銀ウォッチ、総裁の定例記者会見の一言一句、さらには表情や声のトーンまで分析し、金融緩和の修正があるかを探ります。政治分析、選挙の時期には与党の公約が経済に与える影響を試算したり、内閣支持率と株価の相関を分析したりします。ここでは経済学の知識だけでなく、政治学や心理学、そして行間を読む国語力が試されます。政策変更を的中させ、顧客に大きな利益をもたらしたエコノミストは、一躍スターエコノミストとして名を馳せることになります。3. 年収給料は青天井？外資と日系の開示情。株・証券系エコノミストは稼げるのか？結論から言えば稼げます。一般的なサラリーマンとは桁が一つ違う世界に到達することも十分に可能です。しかし、一言でエコノミストといっても、所属する会社が日系か外資系かによって、その給与体系とリスクは天と地ほど異なります。年代別役職別の年収相場、新卒からパートナー MD クラスまで。下表では、大手証券会社や投資銀行に勤務する場合のリアルな年収モデルを提示します。プロの視点、年収の半分はボーナスと思え。特に外資系や独立系ファンドの場合、基本給、ベースサラリーはそこまで高くなくても、パフォーマンスボーナスが年収の 50% から 100% を占めることがザラです。つまり、あなたの予測が的中し、顧客、投資家が儲かり、会社に手数料が入れば、その分がダイレクトに還元されます。逆に、成果が出なければボーナスはゼロ、イコール実質的な減給というシビアな世界です。日経証券 vs 外資系証券、給与体系とリスクの比較。日経証券、安定重視。メリット、雇用が守られている。年功序列の要素が残っており、長く勤めれば着実に給料が上がる。福利厚生が手厚い。デメリット、どんなに成果を上げても、給与の跳ね上がり方は緩やか。稼ぎ頭になっても、同期と数百万の差しがつかないことも。外資系証券、実力重視。メリット、アップオーアウト、昇進するか、去るかの世界だが、リターンは青天井。20代で2000万円プレイヤーも珍しくない。デメリット、首のリスクが常にある。部門閉鎖や不況時には、昨日まで隣にいた同僚が翌日にはいない、ということも日常茶飯事。生涯賃金を最大化させるためのキャリア戦略。最も王道かつ効率的なルートは、以下のステップです。一日系大手で基礎を固める育成枠、教育体制が整っている日系で、
マクロ経済分析の型を徹底的に学ぶ。20席を作ってランキングに入る日経ベリタスなどの人気エコノミストランキングで上位に入り、市場価値=名声を高める。3外資系へ移籍、ジャンプアップ、ヘッドハンター経由で外資系へ転職し、年収を倍増させる。いきなり外資系を狙うのも手ですが、即戦力が求められるため、教育なしで現場に放り込まれるリスクがあります。教育の日系、収穫の外資という使い分けが賢い戦略と言えるでしょう。4. やりがいと代償、エコノミストという生き方の光と影。高収入には必ず理由があります。エコノミストが得る報酬は単なる労働の対価ではなく、プレッシャーへの慰謝料と表現されることもあります。メリット、市場を動かす快感と知的好奇心。市場への影響力、自分の書いたレポート一つで株価が動いたり、円相場が変動したりする瞬間があります。自分が観客ではなくプレイヤーとして経済に参加している実感は何者にも代え難い興奮です。VIP との対話、企業の CEO、政府高官、海外の著名投資家など、普段会えないような重要人物と直接議論し、インサイトを得ることができます。知的自由、基本的に何をどう考えるかは自由です。自分の仮説をデータで証明し、それが正しかった時の知的カタルシスは中毒性があります。デメリット、予測が外れた時の重圧と終わりのない勉強。外した時のデジタルタトゥー、予測を外すと、SNS や掲示板で容赦なく叩かれます。逆進という不名誉なあだ名をつけられることも。過去の発言はすべて記録に残るため、逃げ場がありません。24時間365日、気が休まらない金融市場に完全な休日はありません。日本の祝日でも海外市場は動いています。旅行中でもスマホで為替チェックが手放せず、夜中に緊急の電話がかかってくることも日常です。孤独な決断、最終的に上がるか下がるかを決めるのは自分一人です。どれだけチームで分析しても、最後の責任はエコノミスト個人の方にのしかかります。失敗例、メンタルを病む、真面目すぎる人。100% 当てなければならないという完璧主義者は、この仕事に向いていません。経済予測において6割当たれば名手と言われます。外した時になぜ外れたかを冷静に分析し、翌日にはケロリとして新しい予測を出せる図太さがないと精神的に持ちません。どんな人が生き残る？向いている性格、適性診断チェックリスト。以下の項目に多く当てはまるほど、あなたはエコノミストの適性があります。なぜが口癖だ、世の中の事象、行列のできる店、ニュースなどの背景を考えずにはいられない。数字遊びが好きだ。複雑なデータから法則性を見つけるパズルのような作業に没頭できる。朝型人間だ。早朝5時からフル回転で頭を動かすことに抵抗がない。自分の意見を変えられるデータが間違いを示したとき、プライドを捨てて前言撤回できる柔軟性がある。説明好きだ。難しいことをおばあちゃんにもわかるように例え話で説明するのが得意だ。孤独に強い。周囲が右と言っているときに一人だけ左という勇気がある。5. 完全ロードマップ。高校、大学からプロになるまでの最短ルート。株、証券系エコノミストへの道は、実は高校生の段階から始まっていると言っても過言ではありません。この職業は専門職であり、医師や弁護士と同じく積み上げた学習期間の長さがものを言うからです。学歴フィルターはある？有利な学部、学科と大学院進学の必要性。冷徹な事実をお伝えします。
学歴フィルターはあります。特に大手証券会社や投資銀行のリサーチ部門は、東大、京大、一橋、早慶、及び海外有名大学の出身者が大半を占めます。これは差別ではなく、高度な数理能力と論理的思考力を担保するための効率的なスクリーニングの結果です。有利な専攻、経済学部、王道中の王道。ただし、マクロ経済学だけでなく、計量経済学、エコノメトリクスの履修は必須です。理系学部、数学、物理、統計昨今は、複雑な金融派生商品やアルゴリズムを理解できる理系人材の需要が急増しています。経済学を知らない理系の方が、数学のできない文系よりもポテンシャル採用されやすい傾向にあります。大学院、修士号は必要か？結論、エコノミストを名乗るなら、修士号はほぼ必須と考えた方が無難です。学部卒では知識不足とみなされることが多く、まずは営業職などに配属される可能性が高まります。米国では博士号が標準ですが、日本では修士号が実務家へのパスポートとなります。学生時代に絶対やっておくべき3つの準備。偏差値の高い大学に入るだけでは足りません。周囲と差をつけるために、以下の3つを学生時代にコンプリートしてください。英語ではなく、金融英語を習得する TOEIC900 点は通過点です。ブルームバーグやファイナンシャルタイムズ、FT を辞書なしで読めるレベルを目指してください。世界の一時情報はすべて英語です。日本語に翻訳された情報を読んでいる時点で、あなたは周回遅れです。プログラミング言語、Python R を武器にする昔のエコノミストは Excel 職人でしたが、現代は Python や R を使ってビッグデータを解析できる人材が重宝されます。Python でインフレ予測モデルを作ってみたというポートフォリオがあれば、面接官の目の色は変わります。身銭を切って投資をする1万円でも構いません。自分のお金で株や FX を売買してください。雇用統計の発表でチャートがどう動いたかを肌で感じた経験は、机上の空論を凌駕します。新卒採用の実態、狭き門を突破するためのエントリー戦略。新卒でいきなりリサーチ部に配属されるのは、同期数百人の中で1名か2名という超狭き門です。インターンシップがすべて大学3年生の夏冬に行われる各証券会社のインターンシップに参加し、そこで優秀な成績を残すことが事実上の内定ルートです。ここではワーク、課題が出され、実際の経済分析レポートを作成させられます。ジョブ型採用を狙う総合職として入社して配属ガチャを待つのではなく、最初からリサーチコース別採用を行っている企業に応募しましょう。6. 転職未経験からエコノミストを目指すには？今は全く違う仕事をしているが、エコノミストになりたい。その道は険しいですが、決して閉ざされてはいません。社会人からの転身には、戦略的なキャリアのわらしべ長者作戦が必要です。社会人採用の現実とポテンシャル採用の可能性。中途採用市場において、完全未経験30歳以上で金融知識ゼロからの採用はほぼありません。しかし、関連スキルがあれば話は別です。ポテンシャル枠20代後半まで。前職がエンジニア、公務員、事業会社の経営企画などであっても、数字に強く論理的思考ができると判断されれば、アシスタントとして採用されるチャンスがあります。即戦力枠30代以降。銀行、生損保の運用部門、シンクタンク、官公庁での実務経験が求められます。異業種からの転職成功パターン。以下は
実際に私が目撃してきた異業種からの転身成功例です。銀行員、法人営業からの転身、銀行で財務分析の基礎を身につける証券アナリスト資格を取得、銀行内の市場部門へ異動願いを出す実績を作って証券会社へ転職。官公庁、公務員からの転身、財務省、経産省、日銀などで政策立案に関わっていた経験は、そのまま政策分析エコノミストとしての強力な武器になります。SE データサイエンティストからの転身、金融知識は後付けで OK。AI による市場予測モデルを開発できる技術力を売り込み、クオンツ、計量分析チーム経由でエコノミストへ。必須ではないが強力な武器。資格の難易度と価値、資格さえあればなれるわけではありませんが、下標は未経験者が本気度と基礎知識を証明するための最強のツールが資格です。プロの視点、資格は足切りを防ぐ盾。未経験からの転職活動において、書類選考で落とされないための唯一の防具が CMA、証券アナリストです。今は営業職ですが、週末に勉強して CMA を取得しましたという事実は、面接官に、この人は学習意欲が高く、基礎ができていると確信させます。7. 学費とコスト、プロになるための初期投資とロイ、費用対効果。エコノミストへの道は、一種の設備投資が必要です。高度な教育と資格取得には相応のコストがかかりますが、トッププレイヤーになればわずか数年で回収できるのもこの職業の魅力です。国内大学 vs 海外 MBA、学費の相場と回収期間のシミュレーション。プロを目指すための教育ルートには大きく分けて国内派と海外派があります。下表でそれぞれのコスト感を見てみましょう。プロの視点、MBA は社費留学を狙え。2000万円を自腹で払うのは勇気がいりますが、日系大手証券会社や銀行には、優秀な若手社員を会社の金で海外留学させる社費留学制度があります。これを使えば、給料をもらいながら MBA を取得し、箔をつけて帰国後にステップアップすることが可能です。これが最も賢い、わらしべ長者ルートです。資格取得にかかる費用と時間、独学 vs 予備校。資格取得もただではありません。特に国際資格である CFA は、受験料自体が高額です。証券アナリスト、CMA。総費用、約10万から15万円、受験料プラス通信講座代。勉強時間、約300から500時間。コスパ、非常に良い。日本の金融業界で働くためのパスポートとしては破格の安さです。CFA、米国証券アナリスト。総費用、約40万から80万円、レベル1から3の受験料プラス教材費。円安で高騰中。勉強時間、最低1000時間以上、各レベル300時間以上推奨。コスパ、世界中で通用する資格になれると考えれば安いですが、途中で挫折した場合のサンクコスト、埋没費用は痛手です。8AI に仕事は奪われる？株、証券系エコノミストの将来性。AI が株価を予測する時代に人間は不要になるのでは？この問いに対する私の答えは、半分イエスで半分ノーです。テクノロジーの進化と役割変化、データ分析からインサイトへ。単純な集計や一時分析は間違いなく AI に奪われます。以前なら新人が徹夜で作っていた Excel のグラフは、今や生成 AI が一瞬で出力します。過去のデータに基づく単純な予測モデルも AI の方が正確でしょう。しかし、だからこそ人間にしかできない仕事の価値が爆上がりしています。
AI の限界。AI は過去のデータがないと学習できません。コロナパンデミックや未知の戦争など、ブラックスワン、想定外の事態が起きたとき、AI はフリーズします。人間の価値、データの向こう側にある人間の感情や政治的な駆け引きを読み解く力です。数字上は売りだが、総理大臣のメンツを考えると、ここでは政策変更できないはずだといった文脈、コンテキストを読む力こそが、これからのエコノミストの武器になります。ESG 投資グローバル化で高まる新たな需要。エコノミストの活躍の場は、従来の金利、株価だけではありません。新たなトレンドが需要を生んでいます。ESG 投資、環境、社会ガバナンス。気候変動が GDP に与える影響は？女性活躍推進は企業業績にどう関係するかといった非財務情報の分析ニーズが急増しています。地政学リスクの常態化、米中対立や中東情勢など政治と経済が不可分になっています。国際政治学の知見を持つエコノミスト、ポリティカルエコノミストへのオファーは絶えません。結論、生き残るエコノミストと淘汰されるエコノミスト。淘汰される人、ただ数字を右から左へ流すだけの人。過去のパターンに固執し、AI が出す予測以上の付加価値を出せない人。生き残る人、ストーリーを語れる人。数字を独自の視点で解釈し、顧客を納得させる物語を作れる人。テクノロジーを敵ではなく相棒として使いこなし、分析のスピードと質を劇的に向上させられる人。9. エコノミストのその後広がるキャリアパスと就職先。一度エコノミストとしてのブランドを確立すれば、あなたの市場価値は金融業界内にとどまりません。専門性を武器に、さらに待遇の良い場所へ移動したり、自由な働き方を手に入れたりすることが可能です。金融業界内でのステップアップ、バイサイドセルサイドの移動。業界には、情報の売り手、セルサイドと買い手、バイサイドという2つの世界があります。セルサイド、証券会社からの脱出、多くのエコノミストは証券会社、セルサイドでキャリアをスタートさせます。ここで実績を積んだ後、ヘッジファンドや資産運用会社、バイサイドへ引き抜かれるのが黄金ルートの一つです。メリット、バイサイドでは、レポートを書く義務がなくなり、純粋に投資判断に集中できます。さらに、運用益に応じたボーナスが出るため、年収が数億円に跳ね上がる可能性もあります。独立企業、顧問業への転身。組織の看板ではなく、自分の名前で勝負できるようになれば、独立も視野に入ります。経済評論家メディア出演、テレビのコメンテーターやニュース番組の解説者として活動。知名度が上がれば、講演料だけで生計を立てることも容易です。企業の社外取締役、顧問、大企業の経営陣に対して、マクロ経済の視点からアドバイスを行う役割。安定した高収入と社会的地位が得られます。政府機関、国際機関、IMF 世界銀行という選択肢。より公的な使命、パブリックミッションに惹かれる人は国際舞台へ飛び立ちます。IMF、国際通貨基金や世界銀行、ワシントン DC を拠点に途上国の経済支援や世界経済の分析を行います。英語力と博士号が求められる超エリートコースですが、その影響力は国家レベルです。日本銀行、中途採用、民間の知見を取り入れるため、日銀も積極的に市場エコノミストを採用しています。10. よくある質問現場のプロが本音で回答。最後に、これからこの業界を目指す人が抱きがちな素朴な疑問に対し、きれいごと抜きで回答します。
9-1。数学が苦手でもなれますか？苦手のレベルによりますが、算数ができないと積みます。高度な微分積分を毎日手計算するわけではありませんが、変化率や標準偏差、リスクの概念を直感的に理解していないと、市場の動きについていけません。ただし、複雑な計算は PC がやってくれます。重要なのは、計算ができることよりも、出てきた数字の意味、違和感に気づけるセンスです。9-2。英語力はどの程度必要ですか？年収1000万以上を目指すなら必須です。国内ドメスティックな証券会社で国内株だけを見ているなら日本語だけでもなんとかなります。しかし、今の市場はグローバル連動しています。FRB 議長の発言を翻訳ニュースが出るのを待ってから読んでいるようでは、プロ失格です。英語は勉強科目ではなく商売道具と割り切ってください。9-3。ワークライフバランスは取れますか？若手のうちは諦めてください。ベテランになれば天国です。20代から30代前半の下積み時代は、知識のインプットとレポート作成で寝る間もない日々が続くでしょう。しかし、一度地位を確立し、自分の裁量で動けるようになれば、時間の使い方は自由になります。市場が閉まっている週末は完全にオフにしたり、夏休みに2週間のバカンスを取るシニアエコノミストも珍しくありません。先払いで苦労するかどうかの違いです。11。まとめ、市場の羅針盤を目指すあなたへの次なるアクション。ここまで、株証券系エコノミストという職業の全貌を解き明かしてきました。彼らは、不確実な未来という暗闇の中で、投資家に灯りを灯す存在です。その責任は重く、道のりは険しいですが、これほど知的好奇心を満たし、社会にインパクトを与え、正当な対価、高収入を得られる職業はそう多くありません。もしあなたがこの記事を読んで怖いと感じたなら、それは正常な反応です。しかし、怖いけれど面白そうだと少しでも心が動いたなら、あなたは適性を持っています。今日から始めるアクションプラン。あなたの現在のステージに合わせて、最初の一歩を踏み出してください。高校生、大学生のあなたへ。今すぐスマホにブルームバーグやロイターのアプリを入れ、毎日タイトルだけでも眺める習慣をつける。学業、マクロ経済学の基礎を固めつつ、英語と統計学、データ分析にリソースを集中させる。目標、金融業界のインターンシップ選考を突破すること。社会人異業種のあなたへ。今すぐ書店に行き、証券アナリスト CMA のテキストを立ち読みしてみる。面白いと思えるかどうかが最初の試金石、キャリア、現職で数字を扱う業務に手を挙げる。または、金融業界への転職に強いエージェントに登録し、自分の市場価値を確認する。投資家個人の方へ。エコノミストのレポートを読む際は、結論だけでなく、なぜそう考えたか、ロジックに注目してください。彼らの思考プロセスを盗むことが、あなたの投資スキルを劇的に向上させます。市場は常に新しい才能を待っています。次は、あなたがその羅針盤を手にする番です。